海底に機雷が沈んでいるのだ。ホルムズ海峡、世界の石油の5分の1が通るこの水路に今この瞬間も機雷が漂っているのだ。機雷って海底に仕掛ける爆発物ですよね。ホルムズ海峡にそれが今もあるってことは、停船したのに船が通れないってことですか？そうなのだ。4月8日から9日にかけてトランプとイランは2週間の停戦で合意したのだ。ホルムズ海峡を再開するという条件付きで、でもイランは同じ日に機雷があるから別ルートを通れと発表したのだ。停戦と言いながら完全には通れない、この二重構造が今日の核心なのだ。今日わかることを3つ教えてください。整理してから聞きたいです。まず状況を抑えるのだ。ホルムズ海峡は今年3月上旬から事実上封鎖されていたのだ。イランが安全保障上の理由として船舶の通行を妨害し続け、世界の原油価格が急騰した。日本にとってこれは対岸の火事じゃないのだ。日本の LNG 輸入の約8割、原油輸入の約9割が中東経由で、その多くがホルムズ海峡を通っているのだ。3月から封鎖されてたのに、日本でそんなに騒がれてなかった気がするんですけど、なぜですか？石油ショックみたいな話ってもっと大騒ぎになりますよね。鋭いのだ。実は封鎖は完全ではなかったのだ。イランは一部の船舶を通し、一部を止めるというグレーゾーン戦術をとっていたのだ。世界の備蓄在庫で当面はしのげた。でも長引けば在庫が底をつく。だから1973年の石油ショックみたいな即座のパニックは起きなかったけど、時限爆弾が刻々とカウントダウンしていたのだ。実はこれ歴史的に見ると1987年のタンカー戦争と構造が全く同じなのだ。あの時もイランとイラクの戦争でペルシャ湾の船が狙われ、アメリカが軍艦を護衛に出した。そして最終的には国連安保理の決議で収束した。今回も同じパターンで動いているのだ。違うのはトランプが個人的に俺がこれを解決したというショーを演じたいという動機がある点なのだ。なるほど。タンカー戦争の再現って考えると確かに構図が見えてきますね。でも1987年との決定的な違いって機雷の存在ですよね。あの時も機雷はあったんですか？あったのだ。1987年にもアメリカの護衛艦サミュエル B ロバーツがイランの機雷に触れて大破した事件があったのだ。でも今回はそれより深刻な問題があるのだ。イランの革命防衛隊が機雷があるから別ルートを通れと発表したのは、裏を返せば機雷の場所は俺たちしか知らないという脅しにもなっているのだ。つまり停戦が破れた瞬間、イランはその機雷情報を手放して海峡が本当に通れなくなるってことですか？それって2週間後が本当のタイムリミットなんじゃ。その通りなのだ。今イランの交渉窓口としてパキスタンが仲介しているのだ。4月10日に初めて米イランの代表が直接顔を合わせて交渉するという。ストレーツタイムズによれば、イランの条件リストは8項目に上り、アメリカ軍の中東全基地からの撤退、制裁の全面解除、核濃縮の容認まで含まれているのだ。分析家のレテッドはこう言った。世界はこれで安全になったかといえば、答えはノーだ、と。メディアの報道姿勢の違いも興味深いのだ。ナシオン紙、アルゼンチンは、トランプが複雑な状況に踏み込む前の脱出口を作った、とやや肯定的に報じたのだ。一方でストレーツ、タイムズ、シンガポールは、脆弱な停戦という表現を使い、イスラエルがレバノンのヒズボラへの攻撃を続けていることを強調した。つまり欧米寄りのメディアは、一歩前進、アジアのメディアは、全体は全然止まってない、という見方をしているのだ。ちょっと待ってください。私、逆の見方をしてみたいんです。イランがこれだけ強硬な条件を出したってことは、逆に言えばイランも本当は戦争したくない証拠じゃないですか。条件が通らなくても、また交渉延長を繰り返して、永遠に、停戦中の状態を引き延ばすことをイランは狙ってるんじゃないかって思うんですが。これは鋭い視点なのだ。実際、ペルシャ湾の専門家の間でも、イランはフルオープン交渉ではなく、永続的な曖昧状態を望んでいる、という見方がある。なぜなら、曖昧な状態が続く限り、イランは機雷という切り札を手元に温め続けられるからなのだ。封鎖を明示的に解除してしまったら、この交渉カードを失う。だから、別ルートを通れ、という発表は、実質的に、封鎖は解除してない、というシグナルでもあるのだ。でもその話が、日本の食卓にどう直撃するかは次で話すのだ。ここまでをまとめるのだ。ホルムズ海峡は3月から事実上封鎖されていた。4月8日に2週間の停戦が合意されたが、機雷が残っており完全には通れない。1987年のタンカー戦争と似た構造だが、今回はイランが機雷情報を交渉カードとして温めている点が違うのだ。そして次の焦点は4月10日の米イラン直接交渉なのだ。
さて、日本への影響を具体的に話すのだ。原油価格はホルムズ封鎖が始まった3月以降、すでに1バレル10、15ドル上昇していたのだ。今は停戦で少し落ち着いたが、再封鎖されれば1バレル120、130ドル圏に達すると市場関係者は見ているのだ。日本人の生活で最初に直撃するのは旅行費用と航空運賃なのだ。航空燃料はほぼ原油から作られるのだ。1バレル130ドルになると、東京、ロンドン往復の燃油サーチャージが現在の約4万円から6、7万円台に跳ね上がる可能性があるのだ。夏に海外旅行を計画している人は、今のうちに航空券を確保した方がいいかもしれないのだ。旅行費用って言われると急に自分元になりました。夏休みに海外旅行を考えてたので、でも食品とか日用品への影響はどのくらいですか？食品への影響も出てくるのだ。原油はプラスチック容器、肥料、農薬、輸送コストのすべてに絡んでいるのだ。わかりやすい例えをするのだ。原油は料理に使う塩のようなものなのだ。塩がなければどんな食材も完成しない。原油が高騰すると、スーパーで売られているすべての食品コストが少しずつ上がるのだ。試算では原油が 20% 高騰すると、食品全体で3、5% の値上げ圧力がかかる。4人家族の月の食費が平均7万円として、月2100、3500円の増加になるのだ。食費で月3500円って年間4万円以上ですよね。しかも旅行代も上がって、電力会社の燃料調整費も、って考えると、ホルムズ海峡の問題って2週間で本当に解決するのか疑問です。個人的には再封鎖の方がありえそうで怖いんですが、先輩はどちらに近いと読んでいますか？僕の率直な見立てを言うのだ。2週間で完全解決する可能性は低いと思っているのだ。なぜなら、イランが提示した8項目の条件はアメリカが到底飲めないものが含まれているからなのだ。特に、中東全基地からの撤退は、過去30年でアメリカが一度も認めていない要求なのだ。おそらく4月22日に第2の停戦延長交渉になると見ているのだ。でも、これが意味するのは、曖昧状態が長引く、ということであり、完全再封鎖よりはマシな世界が続く可能性もあるのだ。冒頭で言った、海底の機雷の話に戻るのだ。イランの発表をよく読むと、機雷の危険があるから別ルートを通れ、と書いてある。でも、この機雷をイランが自分で除去するとは一言も言っていないのだ。これが停戦の真に刺さっているトゲなのだ。真の和平交渉が始まらない限り、世界の石油の5分の1は常に爆発物の隣を通るリスクを抱えたまま運ばれているのだ。最後にシナリオを整理するのだ。シナリオ A は4月10日の直接交渉で進展し、停戦が延長され続ける。この場合、原油は落ち着き、日本への影響は最小限なのだ。シナリオ B は交渉が決裂し、再封鎖。この場合、原油1バレル130ドル、燃油サーチャージ倍増、食費が月3500円以上増え、投資市場もリスクオフになるのだ。今日一番覚えてほしい数字は14なのだ。14日後に世界のエネルギーの運命が決まるのだ。14日という数字、わかりやすいですね。4月22日に答え合わせができるって考えると、少し怖いですが興味深くもあります。シナリオ A になるか、シナリオ B になるか、コメントで教えてほしいです。シナリオ A、交渉延長か、シナリオ B、再封鎖か、コメント欄で予想してほしいのだ。4月22日に答え合わせをするのだ。僕の予想はシナリオ A の延長だが、楽観はできないのだ。もし今から備えるなら、夏の航空券の早めの確保と、NISA 口座でのエネルギー関連株への分散を検討する価値があるのだ。何もしないより、選択肢を持っておく方が賢いのだ。今日の動画はここまでなのだ。ホルムズ海峡の問題、14日後に続報を出すのだ。答え合わせを一緒にしようなのだ。チャンネル登録と高評価ボタンを押しておいてほしいのだ。次回はこの米イラン停戦が崩れた場合に、日本の投資家はどう動くべきかを具体的に話す予定なのだ。お見逃しなく、なのだ。